引き続き法明寺周辺を歩きます。歴史のある地域のようですね。町の区画がそんな感じです。あなたのチャンネル登録が旅の始まりです。さあ、新しい景色へ。色あせた巡拝マップが貼ってあるけれども分かりにくいな。この建物は安国堂、日蓮上人を祀る祖師堂です。なんか人が多いな。法明寺の門前に着きました。広い境内だったな。今日は背書き会をやるんだね。飢えや渇きに苦しむ死者の霊魂にお供えを施し供養します。創建が西暦810年、大寺院で周辺は門前町になっています。関東大震災で東海からの再建、その後米軍の空襲でまた全山消失しています。ほとんどが戦後の再建ですね。東京・神奈川の文化財は震災と戦災を乗り越えないと残っていません。23区はさらに江戸時代の大火も何度かあるし、古い建物そんなにないんだよね。イベント準備の人たちがたくさんいるね。邪魔にならないように去りましょう。原生院。小さいお稲荷さん。対面は関西院。江戸時代初期の創建。建物は新しいからこちらも空襲で焼けてからの再建でしょうね。石碑や石仏は炎では朽ちないからね。残るよ。早期に大東亜戦争が終わって本土空襲がなかったら全国にもっと文化財残ってたのにね。雑司ヶ谷岸母神堂に着きました。
岸母神は安産、子育ての神です。こちらも先ほどの法明寺関連です。敷地が昔は広大だったのだろうね。こちらは関東大震災も耐え、空襲の被害もなかった奇跡的な建築物で、国の重要文化財になっています。建物に迫力がありますね。建築は1700年頃のようです。櫓を組んでいますね。祭りでもあるのかな。敷地内にある武吉稲荷大明神です。創建は不明ながら西暦1578年にはすでにあったそうです。盗難防止用だろうけど、ケージ入りのお稲荷さん、ペットかよ。日本は治安悪化により各地の寺社仏閣への放火破壊盗難が相次いでいます。海外に売るのでしょうけど、石膏に発注した方が安くね。この町割りも江戸時代のままなんだろうな。
こういうところって消防車も入りにくいし、火事になったら悲惨なことになるね。この辺りはかつては商店街だったのかな。門前町の名残だろうね。右手は都電荒川線の路線。乗ったことないな。着きました。大鳥神社です。創建1712年。もともと岸母神道境内にあったものを明治の神仏分離でこちらに移転したみたいですね。このばあさん、境内に犬連れ込むのはマナー違反だって親に習わなかったのかな。神聖な場所に犬を連れ込むのは汚れです。これは恵比寿が背負っている袋かな。こっちに恵比寿がいた。商売繁盛、大量祈願、五穀豊穣の神です。気にしてなかったけど、雑司ヶ谷七福神巡りなんてあったんですね。何箇所取れているだろうか。セミの声がする。暑苦しくて嫌だね。撮影は7月11日、10月くらいまで耳障り。日暮らしの声ならいいんだけどな。アブラゼミやミンミンゼミの声は飽きている。東京だとクマゼミがいないんだよな。シャワシャワという声。つくつく帽子はまだ許せる。
ちか、向かうは本能寺。本能寺じゃないよ。このカーブがかかった狭い道を見ると江戸時代の道じゃないのこれ。本能寺に着きました。創建1650年。近隣の岸母神堂が流行っていたので創建したそうです。きれいに整備されていますね。では本日はここまで。ご視聴ありがとうございました。あなたのチャンネル登録が次の旅の力です。いいねも応援になります。